皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナ軍がロシア領に対する進撃、クルスク攻勢を行っています。国境を越えてから1週間が経とうとしているわけですが、現在の情勢からすると、ロシア軍はウクライナ軍を速やかに撃退することはできなさそうです。これは軍事的な意味だけではなく、政治的においてもロシア国内を動揺させる原因になりうるような話で、これからも非常に注目する価値があります。今回はクルスク攻勢においてどのような情報が出ているか解説していきます。それでは早速戦況マップを元にして状況を確認していきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領しているウクライナ領、水色に塗られている部分がウクライナ軍が占領しているロシア領です。この地図の上に文字や矢印を付け加えることで、現在の情勢で見るべきところを押さえておきます。東部戦線においてはロシア軍は特にアウディウィカ戦役においてじりじりと前進をしており、ウクライナ軍を苦しめています。一方で、ウクライナ軍はクルスク州に対する越境攻撃を本格的に行い、現在のところ5つの旅団、おおよそ1万人程度の兵力を投入しているとみられます。さらに加えて、ハルキウ戦線から一部の部隊がベルゴロド州へと越境攻撃を仕掛けているという話も出ています。これはロシア側もハルキウ側へと越境攻撃しているこの攻撃を分散させるためにも近場のベルゴロド州への越境攻撃を仕掛けたのでしょう。これもまたクルスク州に対する攻撃の支援ともなります。クルスク戦域の拡大地図。クルスク州に入ったウクライナ軍の動きは2つあります。まず第一に占領している地域を拡大するための前進攻撃。もう一つがこのクルスク州におけるウクライナ軍の陣地を作ることです。現在のところ駆けつけたロシア軍は精鋭部隊があまりいないようで、その数についてもまだまだ不十分だと言えます。そのため赤印をつけた3つの進軍においてロシア軍を押し気味であり、もう少しウクライナ軍は制圧地域を広げようとしています。そしてロシア側の対応が未だに遅れている理由というのがどうもプーチン大統領の采配にあるようです。プーチン大統領にとっても本国領に対する攻撃を未然に察知することができなかった。そして越境攻撃によって侵入してきたウクライナ軍を未だに撃退できていないといったところから、ロシア国防省に対する不信感から、今回のクルスク州における迎撃任務、その作戦指揮には国防省ではなく FSB の長官ボルトニコフを指名したというのです。これはプーチン大統領自身がクルスク州における戦いは対テロ戦争だという形で治安維持活動であるかのような話をしているがために、責任者を国防省の人間にすることができないという事情もあります。しかしこれは明らかに軍を指揮する上で軍がトップにないという不可思議な状態を生み出しており、ロシア軍の連携に支障をきたしているようです。さて、私の動画においては戦況マップは戦争研究所の発表しているものを引用していることから、時々ですが、西側のプロパガンダ動画かというようなコメントも入ります。ただ、ここで一つ言っておかなければならないのは、私は同時にロシア国防省やロシアのタス通信などの情報も見ていますから、欧米だけの情報をもとにして話しているわけではありません。さて、それはそれとして、ロシア側のもたらす情報についてもお話をしておきましょう。こちらの写真は、プーチン大統領が今回のクルスクの迎撃にあたって各地方自治体や軍関係者らと共に会議を行いました。これは国営放送で流されたものだそうです。その放送の中においてクルスク州の責任者がウクライナ軍に現在制圧されている集落は28あり、把握している限りにおいてはウクライナ軍は幅40キロ、深さ12キロにわたってロシア領に食い込んでいると報告を行いました。この報告を行ったクルスク州の責任者なわけですが、プーチン大統領はそれ以上の話を遮って報告内容の分野を変えるように指示しました。現在クルスク州において発生している避難民に対する行政の支援などに切り替えるようにと注文したのです。しかしそこでもプーチン大統領を苛立たせるような話も出ました。欧米の報道によれば、クルスク州における避難民は現在7万6千人だとされていますが、この国営放送にも載った会議においては、クルスク州の責任者は避難民は12万1000人まで増加していると報告したのです。プーチン大統領としては、
ロシア国民のことを考えて政治を行っているとアピールしたかったのですが、残念ながらウクライナ軍がどれだけ進撃し、それによってどれだけ多くの人々が避難を行っているか、その実情が国営放送に載るという、かなり彼にとっては不満の出る会議となりました。情報源としてロシア側、ウクライナ側、それとはまた別の中立的なグループ、様々なところがあるわけですが、少なくともロシア内部における部下からプーチン大統領への直接報告の数値というのは、私はそれなりに使えると思っています。ウクライナ政府ではなく、ウクライナの軍事ブロガーと呼ばれるような人たちの中には、すでに制圧した集落は40以上、50以上といったところを話している人もいるので、それに比べれば低いわけで、これは最低数値だとして見ることができます。ただ、避難している数の増加を見れば、ウクライナ軍は少なくともまだまだ前進しているのだなというのを思わせます。前回の動画においては、避難民の増加がプーチン政権批判の種になるだろうという話をしました。その時取り上げた避難民の数は7万6千人でした。それが12万人に1日にして増えているわけですから、より行政を圧迫することは間違いありません。さらに、お隣ベルゴロド州においてもウクライナ軍が越境攻撃を仕掛けたことに伴って1万人程度の人たちに避難命令が発令されています。1万人という数については州政府でもある程度対応できる数でしょうが、クルスク州から逃れてくる人たちの一部はお隣ベルゴロド州にも入ってきますから、やはり避難民が増えれば増えるほど単純にその負担に耐えきれなくなり、政府に見捨てられたと思うような人たちは増加の一途をたどるでしょう。そして迎撃のために集められたロシア軍は精鋭といったものはまだ見られていないようなので、もう少し戦闘を伴いながら占領地域が広がる可能性を含んでいます。そうなれば、さらに避難民が増える可能性もあるわけで、雪だるま式にロシア国内の不安定要素が増えるというのも、私は良い兆しだと思います。そして、進撃するウクライナ軍を迎撃するためのロシア兵たちの中には、徴兵されてまだまだ訓練の足りない人たちが多いという話をしましたが、それだけではなく、ちょっと問題のある兵士たちも含まれているようです。というのも、これまでロシア兵が略奪しますよという話をするときには、彼らがロシアからウクライナに入ってウクライナ人の家屋に押し入ってと蛮行を行うわけですが、その話というのが今回は撤退時におけるロシア兵が同じロシア人の家屋に押し入って家財などを荒らし回ってそれらを持ち去るといったことも起きているようなのです。これは別に組織として行っている話ではなく、あくまでもロシア兵のそれぞれの個人の犯罪ではあるものの、戦場におけるモラルの低下といったものはロシア軍には特有のものだと言えるかもしれません。さらにはウクライナ軍が通った後におけるロシア人の家屋についてもどんどんと住めなくなるようになっていきます。その要因としては戦闘による破壊がかなり大規模になりそうだということです。これまで東部戦線などにおいては砲撃に伴ってありとあらゆる建物が破壊され尽くしていくといった光景があったわけですが、クルスク州における戦いにおいてもロシア軍はロシア人の家屋を徹底的に破壊しようとしています。まず最初にその手段としてはロシア空軍による滑空爆弾攻撃です。まだ砲兵が十分集まっていないがために砲撃戦といったものが本格化しているわけではありません。しかし足の速い飛行機であれば前線で支援を行うことができます。その時用いられている兵器が滑空爆弾です。航空用爆弾よりも射程距離を伸ばすための、羽のようなものをつけた爆弾なのですが、これは精密誘導兵器ではありません。ミサイルよりももっと精度の低いもので、おおよその位置には落とすことができるのですが、それでは誤爆といったものを避けることができません。ウクライナ軍の進撃している現在のクルスク州においては、全く傷ついていない家屋もたくさんあるわけで、それらを次々と破壊しようとしている、その主体となっているのがロシア空軍になろうとしているわけです。戦いが長期化すれば、クルスク州においても砲撃戦が始まり、それに伴って建物はそのどれもが攻撃対象になっていくことでしょう。そこから避難した住民たちは帰るところを失ってしまいます。これもまた話が最初に戻って必ずのように困窮した人々が政府へと助けを求めるでしょう。ちなみにこうしたクルスク州における戦いが注目される中においても、少しでもロシア側としては国際社会の目をそらそうとする出来事も発生しています。
それはウクライナ南部にあるザポリージャ原発。現在はロシア軍が制圧してウクライナのコントロールから離れています。その冷却塔において大きな火事、黒煙が上がるといったことが発生したのです。ロシア側はウクライナがドローン攻撃をしたのだ。ウクライナが全ての責任を負うべきだという話をしているわけですが、ウクライナには取り戻したいザポリージャ原発を攻撃する理由はありません。さらには、現場からの話としては、ロシア兵が火事を大きく見せるために廃タイヤなどを積み上げた上で火をつけたといった話なども流れていて、ロシアの発表するウクライナ軍が攻撃したんだといった話は全く信憑性がありません。原発で騒ぎを起こせば国際社会の目はクルスク州からザポリージャ原発へと移るというのを期待しているのでしょうが、そのような小細工では国際社会を騙すことはできないでしょう。クルスク州における戦い、今後どのようなことになるか、展開次第で様々な選択肢が生まれます。どのような方向に向かっていくのかを見定めるためにも、これからもクルスク州における戦いにはまだまだ注目する必要があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、情報の更新にこのチャンネルの動画を役立ててください。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントをよろしくお願いします。また、情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットの投げ銭などもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。